40歳を迎えるとなんとなくモヤモヤしてしまう、そんな悩みを抱えていませんか？この本40歳の壁をスルッと超える人生戦略を読めばあなたの人生が一変します。大石春さんによるこの一冊は人生の後半戦を自分らしく生きるための戦略を教えてくれるガイドブックです。著者は16年間の外資系企業勤務を経て独立し、今では複数の事業を展開する成功者です。その経験をもとに40代を迎える私たちが抱えるお金、つながり、健康という3つの課題にどのように向き合えばいいのかを具体的に教えてくれます。さらに自分らしいキャリアの見つけ方や始め方についても実践的なステップを学べます。この動画では本書のエッセンスを分かりやすく解説し、具体的なメリットと私自身の感想も交えながらお届けします。40歳からの人生をもっと豊かにしたい方はぜひ最後までご覧ください。ポイント1、お金の安定から自分らしさへのシフト。40歳の壁を越える上で避けて通れないのがお金に関する問題です。多くの人が安定した収入を求める中、本書では自分らしさを追求したキャリアデザインを提案しています。著者の尾関晴さんは外資系企業で16年働いた後に独立、収入がゼロになる不安を乗り越え、自分が本当にやりたいことに向き合う人生を選びました。著者はお金を稼ぐことだけを目的にすると自分の心の声を無視する危険があると警鐘を鳴らします。本書ではマイキャリア3つの要素棚卸しシートを活用し、現在の仕事が自分の価値観に合っているかどうかを見直すステップが紹介されています。このシートを使うことで自分の強みややりたいことを明確化し、ただ安定を目指すだけではなく心の充実感を得られる仕事に向かうヒントが得られます。私自身もこの部分を読んで仕事におけるやりがいと収入のバランスについて考え直すきっかけになりました。特に心の声に耳を傾けるというアドバイスは日常の忙しさに追われがちな私にとって大切な気づきでした。ポイント2、つながりの質を高める方法。40代を迎えると家族や友人、職場の同僚との関係が変化することが少なくありません。本書では量より質を重視した人間関係の築き方が解説されています。特に印象的だったのは自分業において信頼を構築する重要性についての章です。著者は自分の得意なことを生かして価値を提供することで信頼が自然と広がり、人とのつながりが深まると述べています。またオンラインコミュニティを活用した方法論も紹介されており、デジタルツールを使って新たな人間関係を築く具体的な手段が提案されています。この章を読むと SNS やオンラインサロンなどを通じて仕事や趣味を共有できる仲間を見つけることが可能だとわかります。実際に私もこの本を読んでから自分の趣味に関連したオンラインコミュニティに参加してみました。これによって新たな友人を作るだけでなく、情報やアイデアを交換することで視野が広がり、とても有意義な経験ができました。ポイント3、健康を維持するライフハック。40歳の壁を越えるために健康を無視することはできません。本書では健康を維持するための具体的な方法として日々のルーティン作りが強調されています。著者が提案するのは難しいことではなく、無理なく続けられる小さな習慣を取り入れることです。例えば1日のうち15分間だけ体を動かす時間を確保することや、夜のデジタルデトックスのすすめなど簡単で効果的な方法が紹介されています。
さらに心の健康も重視しており、マインドフルネスや瞑想を取り入れることで日々のストレスを軽減する手法についても解説されています。私も早速この方法を試してみました。特に夜のデジタルデトックスを取り入れると睡眠の質が明らかに改善し、翌朝の気分がすっきりするのを実感しました。読んだ後すぐに実践できる内容が多く、健康管理のモチベーションが高まりました。印象的なエピソード、自分業の始まりは小さな一歩から。本書の中で特に印象に残ったエピソードは、著者自身の自分業の始まりについて語られている部分です。外資系企業で16年間働いていた著者は、職場で高い評価を受ける一方で、次第に自分らしい生き方とは何かという疑問を抱き始めます。その結果、独立を決意するのですが、そのプロセスは決して大きな一歩ではなく、できることを少しずつ試してみるという小さなアクションの積み重ねから始まったという話が描かれています。著者はまず自分が得意なこと、好きなことをリストアップし、その中から周囲に価値を提供できるものに注目したそうです。具体的には、長年のキャリアで培ったコミュニケーションスキルを生かして講座を始めたり、趣味のヨガを生かして少人数制のクラスを開いたりと、身近なところから新しい挑戦をスタートしました。これらの活動が徐々に広がり、自分業として独立後の基盤となったと語られています。このエピソードは、変化を恐れる私たちにまず小さな一歩を踏み出すことの大切さを強く訴えかけてきます。私自身、このエピソードを読んで非常に勇気をもらいました。独立や転職といった大きな決断には不安や恐れがつきものです。しかし、著者が語る小さな一歩を積み重ねるという考え方は、特別なスキルや資金がなくてもまず行動を起こすことができるのだということを教えてくれます。例えば私もこの本を読んでから自分の好きなことをリストアップし、できそうなことから始めることを試してみました。その結果、自分が得意とするスキルに気づき、それをどのように活かせるかを考える良いきっかけになりました。このエピソードは、自分に何ができるのかという問いに向き合うことの大切さを改めて教えてくれます。実生活での生かし方。本書で紹介されている内容は、40歳以降の人生をより豊かにするための具体的な方法ばかりです。その中でも特に実践しやすいのが、自分業を始めるためのステップです。まず、本書で推奨されているマイキャリア3つの要素棚卸しシートを活用することで、自分の強みや価値観を明確にすることができます。このシートを使えば、自分が今持っているスキルや得意なことをリスト化し、それがどのように他人に価値を提供できるのかを整理できます。例えば、あなたが料理が得意であれば、それを生かして料理教室を開いたり、レシピを SNS で発信することも一つの自分業になり得ます。また、趣味や好きなことを副業として始めることで、時間や収入の制約を少しずつ超えることができます。さらに、著者が強調する小さな一歩から始めるという考え方は、変化を恐れる人にとって大きな助けになるでしょう。何か新しいことを始めるのは大きな勇気がいりますが、まずは小さな行動を起こすことで、その道が開けていくと本書は教えてくれます。私もこの本を読んだ後、自分の好きなことを棚卸ししてみました。その結果、文章を書くことや情報を整理して発信することが得意だと気づきました。それを生かしてブログを始めたところ、少しずつ読者が増え、自分の考えを多くの人に届ける喜びを感じるようになりました。また、健康管理
の書を参考にして夜のデジタルデトックスを取り入れました。寝る前にスマートフォンを触る習慣をやめると睡眠の質が明らかに向上し、朝の疲労感が軽減したのを実感しました。このように本書の内容はすぐに試せる実践的なものばかりです。これからの人生を充実させるために、まずは身近なところから本書のアドバイスを取り入れてみてはいかがでしょうか。まとめです。本書40歳の壁をスルッと超える人生戦略は、40歳を迎える私たちが感じるモヤモヤ感や将来への不安を解消するための非常に実践的で具体的なアドバイスが詰まった一冊です。特に印象的だったのは自分業をテーマにしたキャリアデザインの部分です。現代は定年を迎えず100年時代をどう生きるかが問われる時代です。その中で安定だけを追い求めるのではなく、いかに自分らしく生きられるかという視点を持つことが重要だと教えられました。また、お金、つながり、健康という3つの柱を軸に全体的なバランスを考える視点も素晴らしいポイントです。これらは私たちの日常生活に直結するテーマでありながら、普段は無意識に見過ごしがちです。本書を通じてそれぞれの要素を見直すきっかけが得られるでしょう。特に40代に差し掛かる方やキャリアの方向性に迷っている方にぴったりです。また、副業や独立を考えている方、家庭や仕事の両立で悩む方にも多くのヒントを提供してくれるでしょう。私自身、この本を読んで40歳の壁とはただの障害ではなく、自分を見つめ直すチャンスであると気づかされました。著者の具体的な実体験をもとにしたアドバイスが心に響き、すぐに実践できる内容が多い点もおすすめです。ここまでご覧いただきありがとうございました。本書40歳の壁をスルッと超える人生戦略は、40歳という人生の大きな節目を迎える皆さんにとって心強い味方となる一冊です。人生100年時代と言われる今、40歳をただの壁と感じるのではなく、新しい挑戦を始めるチャンスと捉えることが大切です。本書を通じて自分らしいキャリアの築き方や健康管理、人とのつながりを深める方法など、明日からすぐに実践できるヒントを学ぶことができます。ぜひこの本を手に取り、あなた自身の人生をさらに豊かにするきっかけにしてみてください。読んだ感想や気づきをぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そしてこの動画が少しでもお役に立てたなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより良いものになることを心から願っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。